やりすぎずやらなすぎず、このね塩梅が一番難しかったんです。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回はですね、ジオラマ素材はジオラマ素材なんですけど、本来の使い方とはちょっと違った使い方でインパクトのある情景を作ってみました。短い動画にまとめましたので、今回はそうきたかってニヤニヤしながらぜひ最後までお楽しみください。川崎区の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。ジオラマ素材はヨミテックスさんの製品、ヨミの滝スターターセットを使います。このセットは公園やパティオ、山間部の水流の滝が簡単に再現できる素材だけじゃなく、街中の公園の噴水などが再現できる素材が入ってるんです。で、ヨミテックスさんから聞いたんですけど、今回はこの噴水に使うパーツをちょっとね違う用途で使ってみようと思ってるんです。まずは外径 5.5mm のプラパイプを塗装したものを用意しました。そしてあらかじめ用意しておいた擁壁パーツにカットしたプラパイプを接着します。裏側なんですけど、こんな感じでね接着剤をたくさん塗ったくってて強度を持たせたんです。3種類ある噴水素材から2種類を選抜してこのプラパイプにあてがってみました。どっちもね似合いそうなんでちょっと迷っちゃったんですけど、今回はジャバジャバって勢いがある感じがとっても気に入ったんで、このパーツを使うことにしました。そしてこのパーツを加藤の波音カラーで塗装したんです。ちょっとね塗りづらかったんでスタイロフォームに部材を刺して塗装し直したんですけど、この後の工程でね塗料が剥がれちゃったんで、今となってはこの作業って必要だったかどうかって微妙に謎なんです。水路にレジンを流し込むタイミングでプラパイプに噴水パーツを接着してレジンになじませるために、ドバドバのこのパーツにですねレジンを筆だったかな、爪楊枝だったかな、もしくはなんだっけ、ほらエアブラシの先のブラシだったかな、針捨てたやつを取ってあるんですよ。それでなんか塗ったような気がするんですけど、仕上がりとしていい感じになってくれたんで、思わずターンテーブルで記念撮影しちゃったんです。次に水流の合流の泡立ちを再現するために3つの塗料を用意しました。画像左からジェルメディウム、フレキシブルモデリングペースト、グレインペイントになります。それぞれですね映ってるトレイに塗って仕上がりを見てみたんですね。フレキシブルモデリングペーストだけが白っぽく仕上がってくれたんで、これを使うことにしました。何回か泡立ちの再現の練習を繰り返してだいぶいい感じになってきたっていうところで、いざ本番を迎えます。一旦ねためらう姿がお分かりいただけると思うんですけど、失敗した時のリカバリーの準備練習をしたっていうその上での作業なんですけど、それでもねやっぱり緊張しますよね。やりすぎずやらなすぎず、このね塩梅が一番難しかったんです。このように仕上がりました。ヨミテックスさんの製品ヨミの滝を暗渠の合流に使っちゃおうっていうかなりマニアックな変化球の工作でした。合流地点にはグレインペイントを塗ってちょっと油なのか異物が浮いてる、そんな姿も再現してみたんです。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモリジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。